けてるかな。こんちゅー、めぐぐです。すいません、遅れてしまいました。今日もこれからライブ始めたいと思います。聞こえてるかな。今日はいつもと違うカフェに慌てて行ったので、もしかしたら電波が悪くて聞こえてないかもしれないです。聞こえてたらチャットお待ちしています。大丈夫かな。聞こえてないかな。ダメ？どうでしょう。聞こえてない？ダメかな。ちょっと、コメント来るまで待っています。聞こえてたらチャットお待ちしています。あ、聞こえてた。よかった。映りも大丈夫ですか。そしたら今日はここでライブをしたいと思います。ちょっと本当に毎回お伝えしていますが、パリは電波がとにかく悪くてですね、電波つながる場所を見つけるのが結構大変です。いけてるのかな。やっとつながったかな。いけたかな。じゃあこのまま行きます。もしもぐるぐるしちゃってたり、画質がすごい荒かったりしていたら教えてください。大丈夫そうかな。あ、ボンジューボンジュー、聞こえてるんだ。よかった。ティピメキシコメキシコからこんにちは。はい、すいませんでした。今日はちょっと遅いスタートですが、今日も皆さんとまったりお話できたら嬉しいなと思うので、どしどしチャットお待ちしています。初めての方もお気軽にチャットください。またもうすぐオリンピック始まるので、オリンピック期間中パリに来るよという方は何かご質問があればご質問も大歓迎です。お気軽にチャットください。ちょっとごめんなさい。急ぎすぎて、今ここが目の前が駅キャトルセクトンブホっていうキャットセクトンブホ4月17日っていう駅、なんだっけ、こういう歌の歌詞ありましたね。歌の歌詞っていうか歌ありましたね。そんななんだっけ、7月9日だっけみたいな歌ありましたよね。そんなような駅があって、そこから今出てきたばっかりで、目の前にあったカフェに入ってみました。車の音がもしかしたらちょっとうるさいかな。大丈夫かな。ちょっと一口コーヒーいただきます。おー、今日はねキャフェリシャなの。ほら、いつもと違うでしょ。朝だ。朝といってもただいまフランス時間昼間の3時41 2時41分。待って、待って、私1時間間違った。私1時間間違ってライブしてますか。1時間間違って慌ててライブしちゃった。すいません、少々お待ちください。1時間間違ってライブしちゃった。だからか、なんでこんな急いでるんだろう自分って思ってたの。じゃあこれはちょっと特別ライブということでごめんなさい。どうしよう。ちょっと電波がいいところに移動して、3時予定通り3時からライブしよう。ごめんなさい、間違っちゃった。夜10時前ですよね。ごめんなさい。私すごく今日焦ってる日で1時間間違ってライブ始めちゃったので、今見てくれてる方は特別ライブということで、この後、これをこのまま歩いて3時からのライブにします。ちょっと今すぐコミュニティで3時からやりますってコミュニティにアップするので、すみません、本当に何やってるんだろう自分。ちょっとお待ちください。今ライブ告知します。間違えてライブ始めてしまいました。今夜も22時からライブをします。1時間間違えて
今ほらコミュニティ打ってるから少々お待ちください。今もう20どうしよう、10時半ってさっき告知しちゃったけど10時に訂正します。22時半でなく30分でなく22時からです。一生懸命やってます。お待ちしています。今はおまけライブです。やってしまった。はい、投稿コピー。はい、おバカでした。すみません、今日1時間間違って焦って今来ちゃったの。あ、すいません、予告を今変更していつもの10時からライブをスタートします。すいませんでした。インスタの方にも今もう一回告知をするので少々お待ちください。ごめんなさい、ほんとごめんなさい。何やってるんだろう自分。少々お待ちください。こういうところあるんだよな本当に。貼り付け、はい、訂正告知行きましたか？訂正パリ、もう全速力で走っちゃったよ今日。本気で全速力、久しぶりに駅の中をこれでもかというくらいの全速力で走っちゃいました。わあ見て、気づいてくれた方いらっしゃって。お風呂入ってから、お風呂入っても大丈夫。 OKOK、 お風呂入ってきてください。10時からライブをスタートします。多分今告知がいったと思います。ちょっとね、ここなんかこのカフェでも大丈夫そうですか？大丈夫かな？ダメか？なんかちょっとここなんかいつもより電波悪そうなので、今一旦ここ出て、どうしよう、2時今が日本時間の9時46分だと思うので、このあと15分後、車の音しますよね。このあと15分後じゃあ、いつものカフェに移動するので、日本時間夜10時からいつも通りライブをもう一回スタートします。今日は一旦どうしよう、このまま歩いていきますか、それとも特別ライブなので歩いていこうか。ちょっとじゃあコーヒー飲んでここ出て、でいつものカフェ、電波がいいところに移動します。ちょっとこの時間はまったりライブ前ライブということで一緒に過ごしましょう。多分ね、移動するとすごく電波悪くなると思うんだよな。で今日オリンピックの交通規制がされているコンコルド広場とかの方、セーヌ川の方行こうと思ったのですが、なんせ電波が悪すぎて、多分行ってもうるさい、行ってもずっとぐるぐるになっちゃうんじゃないかなと思ってやめたのですが、また別日にもしかしたらその電波の悪さも含めて皆さんにお伝えできるのもいいかなと思って、もしかしたら別日に行くかもしれません。今日はいつもの電波のいいカフェに行きたいと思います。ちょっと急いで飲みます。苦いいくらなんだろうね。お金も考えないで。少々お待ちくださいね。いくらでしょう。見て、お気に入りのお財布なんだ。取っ手が一回スリに盗まれて取り返したやつ。中もねかわいい。お財布紹介みたいになっちゃうけど、中もねすごくかわいいな感じ。ちょっとカードは恥ずかしいので抜きますが、こんな感じ。かわいいでしょ。すごい使いやすい。ちょっと大きめなんだけど使いやすいの。なんか買ったもの紹介で紹介しましたよね、前ね。よいしょ。ちょっと忙しい。ラジションしよう。ス
Excusez-moi, l'addition s'il vous plaît. Oui.あ、パキャシルブレ。ここのコーヒー高いよ。アロンジェでこれ5ユーロもするの。これちょっとやっとんで。Merci. Excusez-moi. Pas de problème. Thank you, madame. Oui, la facture s'il vous plaît. 私なんかねぼったくりだと思うよ。後でメニュー見てみましょう。観光客だと思われてる気がする。でも急ぐから後でメニュー見よう。よいしょよいしょ。ちょっと急ぎますね。よっ少々お待ちください。どうやってバッグ持ってこう。すごいさっき顔が真剣になってたかも私。よっではでは移動します。暑いこのまま移動します。よよよ待ってね。こんな感じどう？コードがちょっとあれかな。こんな感じどうですか？こんな感じでよろしいでしょうか？見えてますか？もしかしたら途中で出なくなるかも。でもいつものオペラ通りのカフェに行きたいと思います。メニュー見るね。本当はいくらだったか。ボッソンほらちょっと待って。絶対ほら見て。カフェアロンジェは3ユーロなのに5ユーロだったの。ちょっと言ってみる。少々お待ちください。こういうのも面白いかも。今ね本当は3ユーロのね5ユーロだよって言われてね高くお金取られたの。だから店員さんに言ってみますね。どうなるかどうなるんでしょう。動画撮ってるしね。少々お待ちください。ちょっと待ってね。同じお店？違うお店？ちょっと待って。同じお店かな？ちょっと待ってね。ここかな？ここだよね。ここだよね。ここにいたよね私。言ってみますね。面白いねこういうの。映ってるかな。騙された人の末路みたいな。Bonjour, en fait j'ai commandé en terrasse café allongé et j'ai payé 5, mais ça c'est 3 euros, c'est ça? Mais pourquoi? Quand il a avec le brun. Ouais. 言ってみた。Il s'est trompé peut-être. Il a voulu taper ce 3. Ouais, mais il m'a dit que 5 euros, mais 3 euros. Merci. 返してもらったよ。2ユーロ。こういうこともありますね。なんかね、多分すごい風でごめんなさい。多分観光客だと思われて、ちょっと高めに取っちゃおうみたいな感じでお金をね取ったんだと思う。やられたね。こういうこともパリではあるので、ちゃんと自分でいくらかちゃんと見て支払って、もしも違ったら今みたいに払ったお金違うんだけどって言うようにしてください。やっぱりなんか言葉通じないと言うのとか
億劫というか言いにくくなると思いますが、ああやってね伝えないとね本当にしめしめみたいになっちゃうので、ほら5ユーロ払ったのに本当は3ユーロのとこ5ユーロ払わされて、で2ユーロ返ってきて、だから本当に3ユーロだったんだけど騙し取ったのね。それでね、違う店員さん、マネージャーさんっぽい人に言ったら、なんか彼間違ってカードの機械打っちゃったんだと思うとか言われて、絶対こっちから行こう、絶対間違ってない、私にね5ユーロってね伝えたの。だからね絶対間違ってない、常習犯じゃない、確信犯で、その人にいや彼は間違ったんじゃなくて私に5ユーロって言ったんだよって言ったら、マネージャーさんも私がこの動画撮ってるのを見て、なんかすぐにお金を返してくれて、あなたに払わせたのは白いひげの人だったみたいなことを聞かれて、そうそうって言って、多分彼今すごい怒られてると思うっていうことがありました。すいません、動画が撮りながら伝えてたからガシャガシャガシャってなってたと思うんだけど、撮れてたかなこんなこともパリではあります。もしかしたらなんかすごい見づらい動画だったら後でアーカイブでカットしちゃうかもしれないけどリアルぼったくり体験しましたまあね、たかがというか2ユーロぐらいだったら全然ぼったくられてもそんなではないのですが、金額じゃないですよね。なんかそういうこうなんていうの、やられるの嫌ですよねそう、ぼったくりっていうのはタクシーとかもよくあるけど、いくらぼったくられたとかよりも気持ちが嫌ですよねということです。はあ、何全然コメント読んでなかった、ごめんなさい。ドアップで今ねいつものカフェに移動してます。どこまで行ったっけコメント全然読めてなかった。車の音は結構しますから、走ったら速そう。私走るの足短いからそんな速くない気がする。今多分画像荒いですよね。もうあれかな、ぼったくり解決してたら10時になっちゃいましたか。今ね、さっき1時間私時間間違って始めちゃっていて、でライブ前ライブからのいつもライブを始めますもうちょっとでいつものスタバのところに行って、そこに行くと電波がいいと思うのでもう少々お待ちください。ガタガタしててすみません。そうそう、画質が悪い時は電波が悪い時です。パリは本当にね電波悪い。5ユーロ普通ではそんなことないのか。そう、さっきね、今から見てくれている方もいらっしゃると思うのでお伝えします。さっき私が急いで入ったカフェでカフェアロンジェを頼んで、店員さんに5ユーロだよって言われて5ユーロ払ったんだけど、カフェアロンジェで5ユーロって、シャンゼリゼとかでない限りあんまりありえない金額。だいたい高くても3とか 3.5 なので、おかしいなと思って払った後にメニューを見たら3ユーロだった。でぼったくられたなと思って店員さんに5ユーロって言われたんだけど3ユーロだよねって言ったら即返金してくれたっていうことが今ありました。で今ここがいつもの通りオペラ通りまで来たので、ここでこの前もライブしてここでまたライブしたいと思います。まずはちょっと注文しなきゃなので、もう一回コーヒーはしごするので少々お待ちください。ここね先に買わないといけなくて、ちょっと待ってくださいね。あれ、私お財布どうしたっけ。あった怖っちょっとコーヒー頼みますね。先に音楽入っちゃうから。
前回ライブしたところです。コジョンっていう韓国系のカフェです。音楽入っちゃうともしかしたらバンされちゃう。バンって言っちゃう。ライブダメになっちゃうかもだけど、並んでるからちょっとこっちよっか。こんな感じのカフェです。順番が来そうになったら中行きます。それまでコメント読んでる。今日はなんかいろいろ1時間間違ったらだけでなんかいろいろがあったあ、順番来た。少々お待ちくださいね。頼む。ここはね騙されないよ。そういうカフェじゃない。かっこいい店員さんだ。Bonjour, un café allongé s'il vous plaît. Pardon? Un café allongé, chaud place s'il vous plaît. Oui. 今買ってる。だからパタキャシルでカードで支払いますって言って。ほい。タッチ決済便利ですよね。はい、できました。ちょっと待ってね。お店の中映したいな。すごいね、美味しそう。チュプ美味しい。見て見て、こんな感じで超かっこいい店員さんがいて、ちょっとカメラ切り替えますね。じゃん。見て、キャロットケーキとかある。美味しそうだね。じゃあちょっとこのままこの前のお席と同じお席でいっか。ただ暑いな、今日太陽がすごいな。ちょっと違う。でもお外映したいもんね。こっち側行く？ちょっとカメラ切り替えます。あれ？切り替わった？あれ？切り替わりました？こんな感じ？どう？見えますか？お外。あれ？ごめんなさい、何回も。こんな感じ？ここにしましょうか。じゃあ太陽すごいのでこんな感じで少々お待ちください。で、私がここに座っておいす移動中。もう朝から騙されちゃったよ。あ、ごめんなさい、ガタガタで。よっよっ、はい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 。こんな感じでいかがでしょうか。よいしょ。はいはい、できました。これで今日はじゃあライブを聞こえてるかな。さっきより良くなりましたか？下からの光で私大変なことになってますが、もうちょっとこっち行けるかな。眩しくてね。セッティングするので少々お待ちください。こっち向きの方がよく映る？後ろがどう？こっちの方がよく映るか。お席じゃあこっちにしましょう。みんなに後ろの様子も見てほしいのでこっち向きにします。ちょっとガタガタします。少々お待ちください。セッティング中です。よいしょよいしょ。日本何時になったかな。10時になりましたか？どう？よいしょ。こんな感じでお外見えますか？どうかな？いいかな？はい。いやー、ぼったくられた。あー、まったくだ。あー、すごいぐっちゃぐちゃ。今日ね、さっきまでよいしょライブ前ライブしていてというか1時間間違ってライブ始めちゃってですね。よいしょ。で、今です。よいしょ、今準備中です。あれやば。あれちょっと待って。あれあ、よかった。携帯盗まれたと思った。よかった。おー、よかった。怖かった。今携帯盗まれたかと思った。よかった。あ、でもmerci beaucoup。You need sugar? No? Merci。
かっこいい店員さん持ってきてくれた。怖かった、今携帯盗まれたと思った。カフェでぼったくられて同じ日に携帯盗まれたら私は3日間ぐらい立ち直れなさそう。よかった、落ち着きました。じゃあ日本はもう10時になった、ちょうどなったぐらいだと思うので再スタートでここから何事もなかったかのようにライブを始めます。はい、せーの、ボンジューめぐくです。今日もパリのカフェからライブをしたいと思います。今日のフランスパリのお天気は晴れ時々曇り、気温は24度、過ごしやすい、ちょっと風が吹くと涼しいお天気です。で、今日も皆さんとまったりお話ししながらライブをしたいと思うので、どしどしちょっとお待ちしています。はいで、もうすぐオリンピックなので、オリンピックの時に、パリに来るよという方とか、オリンピックに関するご質問、それ以外のご質問などなども受け付けているので、お気軽にチャットをください。初めて見ているよという方もぜひチャット参加してください。ちょっとテーブル移動しようよ。はい、よいしょ。すいません、なんか今日落ち着かなくてよっ。ライブ前ライブから見てくれている方もいらっしゃると思うので、その時のコメントから読んでいこうと思います。よいしょ。はい、できた。お外見えてるかな、大丈夫かな。いつものカフェに来たので電波は大丈夫だと思います。はい、どこまで読んだっけ5ユーロのカフェ普通じゃないって、今から見てくれている方もたくさんいると思うので、今までの説明します今まで見てくれていた方は同じことの繰り返しになっちゃいますが、少々先にお花と紙タイム行ってきます。はい、焦りすぎてお花出た。実はさっきまで今日最初の告知で私寝坊しちゃったと思って、3時半からライブ始めますっていうのを1時間間違っていて2時半からライブをスタートしてしまって、で急いで入ったカフェ、この今見ているライブのライブ前ライブで行ったカフェでぼったくりに遭ってしまって、3ユーロのコーヒーのはずなのに5ユーロを店員さんに取られちゃって、で後から戻ればいいかなと思ったのですが、なんかせっかくなら皆さんにもぼったくりをされた時にどういう対応を店員さんがするかとかもお見せできたらいいなと思って、その場でマネージャーさん、そのお支払いをさせた人ではなくて、ぼったくった人ではなくて、そういう時にはちゃんとお店の偉い人、マネージャーさんに伝えるのがベストです。ぼったくった人に伝えてもごまかされて終わっちゃう時があるので、そういう時にはフランス語だとなんて言えばいい、マネージャーとかレスポンサブルとかさんいますかって言って、でそういう人に例えばさっき私はフランス語でカフェアロンジェのコーヒーを頼んで、店員さんに5ユーロって言われて5ユーロ支払ったのですが、メニューを見たらアロンジェは3ユーロのはずなので、私は多く払ってませんかみたいなことに言ったんですね。そしたら多分それは店員の打ち間違いだと思うと、機械の入力間違いだと思うって言われて、いやそんなことない、彼は私に5ユーロだよって言ったから、言って私が5ユーロ支払ったから間違いじゃないですよって言ったら、私がこの動画を撮りながら話してるっていうのもあってだと思うのですが、本当ね最速 2,3 秒でそっか白いひげが生えた人って言われて、そうって言ったら、本当最速でポケットから2ユーロ出してくれて返金してくれましたぼったくりを解決してきましたっていうのがライブ前ライブの流れで、今はそこから歩いて移動してオペラ通りのいつものカフェにやってきました。っていうのもすごい電波が悪くて車の音もうるさいということだったので、ちょっとそのカフェから移動してきました。でもやっぱりぼったくりをしてくるようなカフェでライブしたくないですよね店員さんのお顔とか映しとけばよかったですね。でもね今ねすごい怒られてると思う。私のこと観光客だと思ってて、私がフランス語で注文してもやたらとフランス語じゃなくて英語で返してきて、だから多分私のことを
観光客だと勘違いして、しかもたったの15分20分ぐらいでお会計お願いって言ったから、なんかこれここそうこれはいけるかなと思ってぼったくったんだと思うけど、嫌ですねっていうことがありました。これが今のこのライブを始める前にやっていた、時間を間違って始めてしまったライブの内容ですでここからは平和なライブをしたいと思いますちょっとごめんなさい、なんかフランス今日というか最近乾燥がいつもよりひどくてですね、なんかこういうところもガサガサだし、お口もガサガサなので、ライブ中ですがリップ塗らせてください。ひび割れちゃって、これ日本から送ってもらったニベアの見える、これすごいいいですね。見えてるのかな、見えてないのかわからないけど、これすごい色付きのニベアリップなんだけど、ニベアって多分ヨーロッパのブランドですよね。だけどアジアとか日本にしかない商品がいっぱいあるの。もちろんフランスとかヨーロッパにしかないニベアの商品もたくさんあるのですが、なんかこういう機能なんていうの、おしゃれ系色がついてるリップとか、そういうのはね日本がダントツだと思います。フランスのニベアって言ったらもちろんクリームはあるんだけど、それ以外に例えばお顔の、昼間用夜用のビタミン C 配合のクリームとか、そういうちょっとこうアンチエイジング系の商品がたくさん揃ってるのがニベアっていうイメージだから、日本のニベアの感覚とちょっと違って、パリのスーパーとか、フランスのスーパーとかに行くとニベアコーナーがかなり広くてですね、でそこでいろんな種類のクリーム以外のニベアがいっぱい売ってる。ニベアだったら安心して日本人のお肌にも合うので、よかったらお土産とかにいいかもしれないです。しかも結構お手頃で買えるので、日本人にもおなじみのニベアだけどフランスでしか買えない商品っていうのがたくさんあるので、そういうのもお土産にいいかもしれないです。結構お化粧品ってお肌に合う合わないあると思うので、買う時とかね、お土産だと迷っちゃうと思うので、そういうのいいかももうせっかくお話ししてるのにちょっと塗らせてください。恥ずかしいから影に行って塗ります潤った。ほらピカピカでしょこれいいですね、すごくいい。なくなったらまた日本から送ってほしいな。送料考えると何千円のものになっちゃうんだけど、それでも欲しい一品全然お話変わるのですが、なんかここ何日かさっきのピーポーパトカーがすごい多くて、何かあったのかなって思うぐらい怖いぐらい多いのと、あと何日か前にこのすぐ近くですごい大きい火事があったらしいとかね。その何日か前、先週はシャンゼリゼで、ポリスがナイフで刺されちゃうみたいな、切りつけられちゃうみたいな事件もあって、オリンピック前なのにちょっと不穏な感じですよね何なんだろうっていうことがありました。ちょっとコメント読みますどこまで読んで、いっぱいコメントありがとうございます。ダンパチさんも来てた、ごめんなさい、全然読めてなくて。さっきのぼったくりの話のところからここまで行った。何？無音キャタ、ちょっとごめんなさい、メキシコの言葉読めない。5ユーロ普通のとこまで読んだ。ぼったくりひどいでしょ。いよいよ明日の深夜に出発です。めぐぐさん何卒よろしくお願いいたします。めぐさんが真顔になるくらいぼったくり金額、ぼったくり対応実演参考になります見てました。私真顔になってた。後から消しちゃうかもすごい恥ずかしい。なんか結構フランス人、差別ではないのですが、私のような人というかが何かを訴えても真面目に聞いてもらえない時もあって、ちょっとバカにしてかかってくるみたいな時もあって、怒ってる時はちゃんとこう怒ってるよみたいな雰囲気とかも出さないとなかなか相手に怒りが伝わらないんですね
で多分だけどこう笑顔で騙されちゃったんだけどみたいなこと言ってもなんかもっと騙されちゃう感じがある。だから、日本人の言う愛想笑いみたいなやつが結構ね裏目に出ちゃったりするので、なんか無意識で私もそれもあって真顔になっちゃってたかもしれない。怒ってるまでは別に2ユーロだから怒るまではいかないんだけど、さっきも歩きながらお話ししてた通りぼったくりって金額じゃなくてその心の問題。1ユーロであろうが100ユーロであろうがぼったくられたら同じ嫌な思いをするから、ちょっとその嫌な思いをしましたみたいなことをねちゃんと伝えられたらベストだと思いますそういうの見たかったです。日常のやりとり完全に日常のやりとりでしたねそうなんかこうやってカメラ持ちながらやってたから、もしかしたら全然店員さんの声とか入ってなかったかもだし様子は伝わらなかったかもしれませんが、あれが日常のやり取りです。こんなことがね結構よくあるの。あわよくば騙そうみたいな人もやっぱりたくさんいて、そうだからそういうのは自分で対応していくしかないかなって思います。全然声入ってなかったかな。大丈夫返金早かったですね。5秒で解決しましたね二重価格、観光客から多めに返してもらえたのはすごいですね。本当ですね全くですねナイスだった。よかった。怖い顔になってませんでしたか。大丈夫落ち着く。だから池袋のお話出て床屋さんねいつもって感じに戻った。ありがとうございます。フランス語話せないと最初に値段確認しまくります。そうですよね。やっぱりこう会話をしてさっきみたいにちゃんとこう返金してよっていう会話とかもうエネルギー使うし、日本人にとって人に何かを訴えたりとかこう、言語の壁もありますが、なんて言えばいいの、人に何かをこうはっきり伝えるっていうのが結構苦手な方も多いと思いますし、私も最初そうだったから元からそうしなくていいための対策、コメントでも今読みましたが、先にお値段をちゃんと確認をしておくとか、確認をしたとしてもお会計の時に違う金額言われることもあるので、そしたらその場で払う前にこれちょっと違うよねってこう伝えなきゃいけないのですが、本当にわざとじゃなく間違う時もあるの。フランス本気で間違ってる時もあるから何とも言えないんだけど、さっきのは本当に確信犯だから言ったけど、あとお釣りが全然違うとか結構よく日常であるんですね。いつものカフェであっても本気で疲れてたりすると間違っちゃったりするので、そういう時にはちゃんと自分で伝えるとか、大した金額じゃなければ私も悪気がない感じ、いつものなんて言えばいいんだろう、いつものカフェで絶対相手が悪気なくてただ単に間違っちゃったんだなって時には2ユーロぐらいだったらチップだと思えばいいやって感じでいちいち言わなかったりもするんだけど、ああやって騙そうと思って騙してる人にはちゃんと伝えなきゃいけないし、観光客だからって騙してくる人がさっきみたいに本当に多い。タクシーも今のフラッと入るようなカフェでもあわよくばって人がね本当に多いの。日本が少なすぎる。本当に日本が特別と思った方がいいです。人間ねそんなにしっかりしてないし、そんなに優しくない優しいというか、日本人は優しさで騙さないわけじゃなくて、人を騙してお金を取るっていうことが悪いことっていう、とっても大きい悪いことっていう風に感じる日本人の人がとても多いと思う。教育もあり、そういう文化とか社会もあってそう思うと思うんだけど、外国に出ると、日本を出るとたかがそんなちっちゃい騙しみたいな感覚なの。本当にその人がすごい悪い人いい人とかじゃなくて、たかが2ユーロとかたかが10ユーロを騙すぐらいのことをいちいち心で重く受け止めてない人が多い。悪いこととも思ってない、ただラッキーってだけって人が多いので、そういう感覚で騙してくるから犯罪とも思ってないし、2ユーロだとフランスでは犯罪にもならないので、なんかそういうね日本との感覚の違いもあるから、
やっぱり自分のことは自分で守らないといけないので、フランス以外じゃなくても日本から一歩出たら自己管理っていうのはちゃんと自分でするようにしてくださいちょっとね事例をお伝えできて良かったかな。感謝ですね。さっきのカフェのぼったくりにも皆さんになんかリアルでお見せできたのはすごい良かったかもしれない。ありがとうですね。2ユーロあげとけばよかった、撮影代みたいな感じで言葉が喋れるからすごい、言葉の壁大きいですよね。でも本当に大きい金額騙されて本当に返してほしいとか後からモヤモヤするぐらいだったら、言葉が通じなくても日本語でもいいからメニューを見せて、さっきのお会計のレシートとかを見せて、これ違うだろうみたいな感じで、とにかく感情をちゃんと伝えれば相手も分かって返金はしてくれると思います。だって相手が悪いんだからしてくれると思う。ただやっぱりちょっと戦わなきゃいけないの、そういうのはねあるね。さっきの人もマネージャーさんも多分打ち間違いだよみたいなことを言ったけど、そこで何も言わないで別にお金返してもらってもよかったんだけど、打ち間違いじゃなくて彼が騙そうとしたんだよってことをちゃんと伝えたかったから、フランス語で違うよって伝えたけど、お金が返ればいいって目的だったらそこまで言う必要ないから、言葉が通じなくてもちゃんとメニューとレシートとかを2つ見せて違うよねっていう風にやればちゃんと返してくれると思いますもうねこういうのね日本であんまりやる必要ないから慣れてないですよね。私も外国に来て最初の頃はこういうちっちゃいぼったくりとか理不尽なこと全部アクセプトしてたというか、いいやって思うようにしてたの。たかが2ユーロだしとかなんかちょっと差別かなって感じる時もこれくらいだしって感じで受け入れてるふりをしてたんだけど、やっぱり何年もそういうのを経験し続けるとちっちゃい嫌なことが心の中に溜まっていって、すごい疲れてる時とかになんかほんと何年も前のことなのにちょっとモヤモヤって出てきたりとかねする。で気づいた。それは自分が自分の味方じゃなくて自分に嘘をついてるからついてきた結果がこれなんだなって、その騙した人が悪いんじゃなくて、その時にちゃんと嫌なことを嫌と言えなかった自分に嘘をついて守ってあげられなかった自分のせいでこうなってるんだなってことに気づいたというか、そういう風に理解をするようになってからちゃんとその場で勇気を出して言いにくいことでも全部自分の心に引っかかることは相手に全て伝えるようにした。そしたらその場で解決しちゃうから後々になってもやって出てくることもないし、それでもこれが外国のちょっとなところなんだけど 100% 相手が悪くても全然認めてくれなくて結局こっちが折れるみたいなことももちろんあるけど、でもやっぱり自分に嘘をついていいやって良くないのにいいやって自分に言い聞かせた結果と言うだけ言ったけどダメだったっていう結果では全然自分の受け取り方が違うから、やっぱり何でもいいやとかこれくらいのこととか争うぐらいだったらとかいうのが本当にそう思ってるのか、それとも自分が言いにくいからそういう言い訳をして自分を納得させてるのかをちゃんと区別してするようにしたら何を伝えようか分からなくなっちゃったけど、なんか心がとても軽やかというか自分に正直に生きてる感じがして、なんか自分と向かい合った時になんかちゃんと自分のために生きられてるなって思えて生きやすくなると思いますっていうか私は生きやすくなりましたやっぱりね、なんか気づかないうちに日本人って特に争うの苦手だから争ってまでいいやとか思っちゃうことも私も本当によくあって、今でもそういう時にはちゃんと自分でね自分で決めた選択肢だってちゃんと自分で決めたことなんだ、受け入れようって自分で決めたことなんだ、妥協したんじゃないんだっていう風にまで思ってから受け入れるようにしてる。
なんか難しいですよね、そういうのね。なんか天秤にかけるじゃないですか、これからの労力。今からあの人とすごい争ってまでも返してもらいたいものなのかとか、すごく心の中でいつも天秤にいろんなものをかけて、でも結局選ぶのって自分だから、なんか自分が選んだことに責任持てるのはね、まあどっちでもいいんだけどでもなんかモヤモヤってするの嫌ですよねっていうことが日々日常を生きてるとありますねどこまで行ったっけ、何のお話してるか分かんない、また語っちゃってごめんなさいどこだっけめぐくさんすごいかっこいい、フランス語できるのは羨ましいです。でもね、全然できる方に入ってないですよ。もうあんなのさっきお店の人に伝えたのも難しいフランス語じゃなくて、いくら払ったんだけどぐらいのことしか言ってなかった去年夏にそこから徒歩5分弱のアパルトマンに2週間滞在したので懐かしいです。さっき行ったところですか？あの辺なんかエアビーとか結構多いらしいですね。住みやすいですよね断髪配信ね、今日髪の毛落ち着いてるでしょ。なんか前回のライブとか見てて本当に寝起きで出てくるとボサボサで、ちょっと日本の方にとってはこの子ガサツすぎるって思われちゃうかなと思って、しっかり人目を気にしてブラッシングしてきました何断髪配信まで行ったっけ。今日は関西航空のエミレーツ航空の出発ターミナル前でライブ見てます。もう空港なんですね。エミレーツ私乗ったことないな、乗ってみたいな。感想教えてくださいドバイ経由で23日フランス時間1時半にシャルル・ド・ゴール着きます。楽しみですいつもオリンピックは興味ないですが、今年はパリなのですごく楽しみです。景色を見てるだけで泣きそうなくらい感動してしまいますね。今年本当にパリってだけでやっぱり私は憧れなくパリに来ちゃったのですが、いろんな映画とか見てても日本だけじゃなくてもパリに行くとかいうのがすごい世界中の人の憧れだったりする場所じゃないですか。来てみて納得したんだけど、そういう場所だから、そこでオリンピックあるって選手もすごくテンション上がってると思うし、来る人ももちろん来ないでテレビを見てる人もやっぱりなんかそのオリンピックを見るプラスしてパリを見れるっていうのがすごくいいですよねなんか一個のエンターテインメントみたいな感じしますねめぐさん、冷たいものは飲まないんですか？確かに私今もじゃあ今日2杯目のカフェアロンジェ、この前と一緒、ちょっといただきます。美味しい。私ね、あんまり冷たいもの飲まない。お水、朝起きて一番にレモン絞ってレモン水飲むぐらいで、あんまり冷たいもの飲まないですね。お水、本当にお水飲むぐらいかな。あと日本からいらっしゃった方に水で溶ける多いお茶の粉末、あれすごいですね、便利。あれをいただいて、それを水で溶かして飲むことはあるかな。とかトウモロコシ茶とかもいただいて、結構なんか皆さん本当に日本の味を持ってきてくれる方がとてもありがたいことに多くいらっしゃって、でそういうお茶系とかをいただくのですが、そういう時には冷たく水出しできるものだと水出しして飲むことがあります。日本の麦茶感覚、麦茶、日本って夏に麦茶を冷蔵庫に作り置きしておくみたいなご家庭多いと思うのですが、ああいう習慣がフランスになくて、だけどやっぱり私日本人なので、そういう夏になったらああいう冷たい甘くないお茶が飲みたいって思うことがあるので、日本からいただいたお茶がある時にはそういう風にして冷蔵庫に作っておくことがあります。フランスの紅茶だとなんかあんまり冷たくしないな、合わないというかですねどこまで行ったここ日本時間22時になりましたって、私またコメントかなり遅れて読んでてごめんなさい。カフェシンプルシルブプレって頼むんですね。はい、シルブプレはプリーズお願いします。プリーズともまたちょっと違うけど、
アンキャフェシルブプレって頼んだらコーヒー1杯お願いしますって言います。お疲れ様です。パリの街並み相変わらず素敵です。映っててよかった。今晩もタイミングあってよかったです。ちなみに私はロシアのタクシーで8万円相当ぼったくられたことがあります。8万円どういうこと？ロシアなので抵抗しないで払ってよかったと思います。今日もめぐぐさんに元気もらいに来ました。パリ五輪、特に柔道競技楽しみですね。楽しみですね。8万円ぼったくられたんですか？でも相手にもよりますよね。だから本当にちょっとがたいの大きい公式のタクシーとかじゃなくて、乗ってる人がいかにも怖い人みたいな時にはぼったくりって分かっても自分車の中にいるし、そういう時も天秤にかけますよね。この人と争ってもし何かあった時にどうしようとかね。それはでも正解だったと思います。自分の中でこの人とは争わない方がいいって決めて感じたなら払っちゃって正解だったと思う。やっぱり体というか安全はお金で買えるなら買った方がいいと思うっていうのも外国に来てしみじみ思います。結構なるべく安いホテルとかで治安の悪いところとか泊まるならちょっとというか結構高かったとしてもやっぱり安全はお金で買えるなら絶対買った方がいい。取り返しがつかないことになるのでね、そういうことになっちゃった人もたくさん知ってますし、もう正解だったと思います。結構ね、シャルル・ド・ゴールからパリまでもぼったくられちゃったっていう日本人の方もたくさんいらっしゃいますよ。8万円まではいかないけど、本当は、シャルル・ド・ゴール空港からパリ市内パリ市内まで55ユーロぐらいから60ユーロぐらいなんだけど、300ユーロ払っちゃいましたっていう方もいらっしゃって、300ユーロだから250ユーロ多く払っちゃった、いくらぐらい3万4万とかぐらい多く払っちゃったっていう方もいらっしゃるので、フランスのタクシーでちゃんと正式なタクシー乗り場から乗ったタクシーだったら、もし騙されたらタクシー会社に電話したりとかすれば解決できるんだけど、白タクとかに乗っちゃうともうどうにもできないですよね。そのまま暴力振るわれても嫌だし、だから必ず外国に行ったらちゃんと正規のタクシーに乗るようにしてください。そしたら、多分どの国のタクシーにもタクシー番号、ちゃんとタクシー会社のタクシーだったらタクシー番号っていうのがお車に貼ってあったりとか、フランスだったら窓のところに貼ってあるかなとかだったりするので、そういうのをお写真撮って、その時に争われなかったとしてもちゃんとタクシー会社に電話して、この番号のタクシーに乗ってこの金額取られたとかね、伝えたらいいので、そういう対応ができるのも正規のタクシーだからなので、白タクに乗っちゃうともうどうにもならなくなっちゃうので、必ず正規のタクシー乗り場から乗るようにしてください。もうね、なかなかこういうのも日本にいるとあんまり、日本でぼったくられたとしてもその場で暴力とかまではいかないと思うからあれだけど、外国だと何があるかわからないですからね。来週からパリオリンピック見に行きます。楽しみですね。電波悪い対策ありますか？難しいけどポケット Wi-Fi が一番いいと思いますが、そもそも県外になっちゃう場所っていうのがとても多くて、例えばカフェの中とかで、カフェの中はだいたい Wi-Fi が通ってるのですが、 Wi-Fi も通ってないちょっと地下のお部屋があったりとか、あとなぜかルーブルのルーブル付近に近づくと全然電波がなくなっちゃったりとかするので、そもそも県外みたいになっちゃうところではポケット Wi-Fi とか持っててもダメなのですが、それ以外の場所だったらどうだろうな。でも私もフランスの携帯会社で契約してて、その電波を使ってもこんな感じなので、日本みたいに快適に使うっていうのはもう難しいと思った方がいいですが、逆にお店の中とか入れば必ずと言っていいほど Wi-Fi は通っているので、そういうところを利用するとか、あとどうしても今すぐちゃんとインターネットがチケットを買ってる最中とかいう時には、一番は Wi-Fi があるカフェとかに入るのが一番いいと思います。ポケット Wi-Fi あればそんなに不便ではないかもだけど、日本が電波だと
インターネットのつながり具合も日本が本当にスムーズじゃないですか。なのでそれと比べちゃうともうどうにも対策も何もどうにもできないので、困らない程度に使うならやっぱりポケット Wi-Fi があれば一番だと思います。ぼったくられただと、そうぼったくられたさっきあ、お久しぶり、お久しぶりです始まった、すごい、始まってから結構経って始まったっていうコメント読んでてごめんなさい。あ、はじめまして、はじめまして、見に来てくれてありがとうございます。セーヌ川のトライアスロンを見に行くのですが、パリジュの仕様がいまいちわからないのですが、ご存知ですか？QR コードですかのこと言ってるかな。ごめんなさい、多分それだと思うのですが、QR コードがもし届いていたら、昨日かな、昨日上げた私のインスタグラムにどんな風に QR コードを実際に提示するかの動画が載っているので、それを見ていただいて、競技場の近くに行くと警察官の人とかセキュリティの人が立っていて、ここから先は行けませんみたいになってるので、そこに突き当たった時に QR コード見せてって言われるから、そこで QR コードとチケットとかかなを見せたら入れると思います。多分やり方とか分からなくてもコードさえ届いていればみんなと同じ行動をすれば大丈夫だと思いますぼったくりドンマイ大丈夫、取り返したからこんばんは。ニベアのピンクのボトルの化粧水大好きでヨーロッパ行ったら買いだめしてます。日本で売ってないんですよね。あ、そうなんだ。へえ、やっぱり日本で売ってないものたくさんあるんですね。コメント遅れて読んでてごめんなさい。ぼったくりから返金さすがです。フランス語で騙されましたとは何というのでしょう。騙されました、なんて言うんだろう。騙されましたって言い方したらいいのかな。ちょっと待ってくださいね。なんて言ったらいいんだ。私はさっき騙された時は騙されましたっていうよりは、いくらのはずのものをいくら払ったのですかみたいな感じで伝えたけど、ちょっと今見てみる。なんか違う気がするな。翻訳機みたいなので見ると、私は彼に騙されましたはイルマ・トンペって言うんだけど、ちょっと発音難しい R が入るからイルマ・トンペって言うんだけど、ジェテトンペパフリウィとかジェマデシュとか言うのかなって今このディープ L には書いてあるんだけど、私騙されましたって言い方したことなくてちょっとごめんなさい。フランス人に聞いときます。一番どういう風に言ったらいいのか。だけどね、ちょっともしもその場で店員さんに伝えるのは内容を伝えた方がいい気がする。騙されたって言ってもはってなっちゃうかもしれない。8月2日からパリに行きます。シャトレー駅近くリボリー沿いに泊まります。あ、いいところですね。賑やかで楽しいところですね。パリ中必要でしょうか。ほぼ徒歩で移動します。8月2日から、必要なのかな。ちょっとホテルのサイトに、ホテルのホームページ見たら必要なエリアに入っているホテルでしたら、それ申請してねって書いてあると思うので、ホテルのホームページ見てもらうのが確実だと思います。同じエリアでも道1本挟むだけで入っていなかったりもするので、ちょっとホテルに確認してみてください。子供の頃は金八先生の中の世界こそが大人の世界、大人のルールなんだと思ってた。世の中悪いやつら多すぎますよ確かに金八先生の世界だったら平和ですねみんなが先生だったらね、平和ですね。世界はね、日本、そうね、世界は意外になんて言えばいいの、適当適当に動いてます。ぼったくりお疲れ様です。2ユーロ送ります。わあ、ありがとうございます。エムルドさん、ナイススパです。かなり見るの遅くなってしまってごめんなさい。ナイススパです。ありがとうございます。なんかぼったくられてよかった。2ユーロ返金してもらって、スーパーチャットまでもらって逆にハッピーになりました。ナイススパです。ありがとうございます。ハートできるかな。
これでどう？音ミュートになってる？どう？聞こえました？ごめんなさい、私ずっとミュートでやってたの？今聞こえました？何もしてないんだけどな。どう？聞こえてたらコメントください。あ、聞こえた？すみませんでした。結構前から？結構前から私音聞こえてなかったのかな？音が悪くて聞こえない。いつから聞こえてない？3時38分から聞こえてない。かなりずっと聞こえてなかったですね。ごめんなさい。無音で一人で話してました。どこから聞こえてなかった？すいません。騙されてよかったから聞こえてなかった？ってことは私コメント読んでる間も全然聞こえてなかったのかな？すいませんでした。結構前？じゃあコメント全然読めてなかったかも。オリンピックの規制。ところでオリンピックのためにパリは規制されているけど移動しづらいですか？は読んでない？読めてないかな？じゃあここからコメント読んでいきます。でも1時間経っちゃったので、経っちゃったよね。1時間経っちゃった。3時からもうすぐ。まだ平気か。あとにちょっと途中から無音になっちゃったので、そこから読んでいきます。パリは規制されてます。移動はしづらい。とってもしづらいです。無音の時にお話ししてたことと同じことをお話しするので、もしかしたら2回聞いちゃうかもしれませんが、規制が今オリンピックのせいでたくさんされていて、例えば同じ話でパリがこういう風にあって、真ん中にセーヌが通っていて、で上が、右岸、下が左岸なのですが、右岸から左岸まで移動するのに、右岸左岸をつないでいる橋がたくさん規制されているので、いつもは簡単に渡って右岸左岸間を移動できたのですが、今はそれを渡るのも結構一苦労で、閉鎖されてない橋を見つけなきゃとか、あとタクシーとかもいつもだったら5分ぐらいで行けるところ20分かかっちゃったりなんていう感じで、すごく規制のせいで移動がしづらくなっています。なのでこれからフランスに来るという方、オリンピック期間中に来るという方は、ご自身で移動される最短ルートっていうのを事前に見ておいたらスムーズに動けると思います。いつものパリのようには移動できないのでちょっと不便ですね。ここからで大丈夫かな去年滞在したのオペラ通りの今の近くのカフェです。便利でした本当ですね、ここ便利ですよね。私のお友達もパリによく遊びに来るお友達がいて、この近くのエアビーに泊まったりしてます。風が強くなってきちゃった。セーヌ川の水質大丈夫なんですかね。市長泳いでましたけど、本当にこれも心配。さっき無音の間ずっと私が真剣に語ってたのはこの部分だと思います。心配ですね。動画でインスタの動画ショートかなとかでもショート動画でもお見せしましたが、結構ね見るからに水質悪いけど、やっぱりもう競技は決まっちゃってて泳ぐ方もいらっしゃって、ご家族の方っていうことでもっと心配だと思いますが、フランスもちゃんとした国の一つなので、さすがに病人を出すようなことはしないと思うから、そこは安心していいと思いますが、でもな、競技中に気をつけてっていうのも無理だと思うから、もう大丈夫って言われた場所で競技をするなら、せっかくなら勝ってほしいですね。私も陰ながら見に行くことができませんが、陰ながら応援しています。もうせっかくなので頑張って泳いで勝ちましょう勝ちましょうって一言になっちゃうけど、勝てたらいいですね。もうね、水質ね、いろんな国で話題になっていて、本当にセーヌ川で泳がせるのかみたいな直前まで話題に今もなっていますが、もう決まったことでね、市長も入ったぐらいのものなので、私は心配だけど、さすがに病気にはならないと信じています。でもね、ご家族ってなると心配ですよね。私ももし家族がセーヌ川に入るって言ったらすごく心配。まあね、でも普段入るよりは綺麗にしましたって場所に入るから、もうフランスを信じましょう。で、この単語読めなかったの。ジ・アルフィーかな。
のフラワーレボリューションパリオリンピックバージョンっていうのがどれだかが分かんないの。なんなの？そういえばフランスの田舎電波悪いですよね。かなり悪いです。パリよりも全然悪い。フランスで使えるレンタル Wi-Fi ボックスで契約しました。パケット無制限で1日1000円。ちょっと割安か割高か分からないけど、とりあえず安心しました。これも同じジェスチャーになっちゃいますが、この通りのすぐそこに現地で借りられる Wi-Fi ポケット Wi-Fi のお店もあって、そこもいいのですが、そこだと昨日ちょっと見てたら4日間で35とか以上だったと思うんですね。電波の具合、その 5G が使いたいとか何ギガとか使いたいにもお値段よると思うのですが、最低価格が多分4日間で35とかそれ以上だったので、それに比べるとかなり割安だと思いますと、やっぱり日本人の方にとっては日本語で対応してもらえる方が安心だと思うので、この Wi-Fi ボックスお値段的にも私が見る限りすごい格安に感じるから、で日本の空港で受け取って日本の空港で返せるものだと思うので、それの方が日本人にとっては安心だと思います。でそれの口コミも読んだら、フランスでも問題なく使えましたっていう口コミ多かったので、それが安心だと思います。結構日本で借りてきたものが全然フランスに来て使えなかったっていうこととか、あと特にヨーロッパ全体で使える SIM カードっていうのを日本で買ってこっちに来てから差し込んで使うっていう方が多いのですが、あれは使えないことが本当に多いのでおすすめしません。なぜかわからないけど、日本で買ったヨーロッパの SIM、 ヨーロッパで使えるって言われている SIM が全然機能しないことが高確率であるので、 SIM カードを買うよりはポケット Wi-Fi を借りた方が絶対にいいと思います。でもし SIM カードを買うなら現地に来てからオレンジとかフリーとかで借りるのがいいと思いますぼったくりなら新宿の歌舞伎町のお店が有名ですね。もう読んだけど、そうこれも同じこと言っちゃいますが、なんか自分の方が強いぞみたいな自信を持った人が騙してくること多いですよね。やっつけましょう一緒にすいません、ケイトさん2回目のすみませんですが、そう始まっちゃってました。結構経っちゃってました。本当は今日3時半からだったのですが、日本の10時半からって告知したのですが、告知し直して10時からでした。みんなが声が聞こえないってごめんなさい気づいてよかった。お返事ありがとうございました。声が入ってよかったですすいませんでした。パリのタクシーはウーバーが安心でした。行き先までのお値段決まってるので、そうですね、ウーバーが、私もパリ市内に入ったらウーバーを使うのをおすすめしています。ぼったくられる心配もないですし、GPS で自分がどこにいるかも分かるので安心ですが、注意しなくちゃいけないのが、空港に到着してシャルル・ド・ゴール空港からパリまでの間にウーバーを使おうという方はちょっと注意が必要です。なぜかというと、空港は普通の車、タクシーが止まれる場所と普通のお迎えの車が止まれる場所っていうのが別の場所、別の階になります。タクシーでしたら到着ターミナル、フランスに到着して出口を出てすぐのところにタクシー乗り場、同じ階にあるのですが、ウーバーになるとピックアップしてもらう場所が出発ターミナルの方になってしまいます。なのでそこから上に、例えばターミナル2ですと1個上の階になるのですが、そこから上の階に移動して、またそのターミナル内の出口もたくさんあって、例えば、A の16出口で待ってますとか、なんかそういうすごく複雑なピックアップ待ち合わせになってしまうんですね。で、時間内に行かないとかなり遅れたりするとお電話かかってきたりとかキャンセルにされちゃったりとかして、でお電話かかってきて出て、今ちょっと遅れてて出口を見つけてる最中なのでもうちょっと待っててくださいとかをスムーズに伝えられればいいのですが、やっぱり言語の壁もあって相手も英語使えないこともあるし、自分自身も英語もフランス語も苦手っていうこともあると思うので、コミュニケーションが完璧に取れるようでしたらいいかもしれませんが、ちょっと自信がない方はウーバーよりもタクシーをご利用されるのをおすすめします。で、料金もそんなに変わらないです。ウーバーとタクシー
でタクシーの場合も空港パリ間は定額ですので、ちゃんと乗る前にいくらですよねって確認をして乗ればぼったくられることはありません。でお会計の際にちょっと多めに言われたらいくらだよねってちゃんと言い返したりとか、さっきも聞こえてたかな、さっきもお伝えしましたが、タクシー番号っていうのがちゃんと車に貼って窓のところに貼ってあるので、それの写真を撮るとかすればぼったくられることはないです。で帰りパリから空港に帰るときにはウーバーも便利でいいと思います。パリから空港に行くときでしたら、パリ市内にお迎えに来てもらう、例えばホテルとかにウーバーを呼ぶことができるので簡単に乗り込めるから、それなら安心だと思います。でタクシーかウーバーか迷ったらその場でウーバー検索してみて、でタクシーの55か60よりも安ければウーバー頼めばいいし、同じぐらいとか、あとはちょっとウーバーの方が高い時ももちろんあるので、そういう時にはパリどこにでもタクシーがいるので、一歩大通りに出て手を挙げて止めればそのまま空港まで定額で送ってもらえます。でその時にも乗り込む時に必ずちゃんといくらですよねって確認をするようにしてください。最近パリのタクシーは現金しかダメっていうか嫌だっていう運転手さんが結構多くてですね、でやっぱり帰りのタクシーとか特に両替、空港の行き来って両替したお金がなかったり、もうお金が余ってない、両替してないって言って現金がないことも多いと思うので、もしも必ずカードでお支払いしたいという方は乗り込むときにいくらだよねって金額を確認するプラスカードでお支払いできますかっていうふうにクレジットカードとか、カードを見せて言えば英語とかフランス語通じなく喋れなくても運転手さんも分かるので、OK って言われたりとかすると思うので、それもクレジットカードでお支払いできるかっていうのも確認してから乗り込むと安心だと思います。これも聞こえてるかな、もし無音になっちゃってたらもう一回言うので教えてください。あれまた声聞こえてない？あれ今聞こえた？今聞こえてますか？また声聞こえてない？聞こえてる？聞こえてる？騙されてよかったから聞こえてなかったってことは今は聞こえてるかな？大丈夫かな？スーパーチャットの時にハートボタンを押す時になんかマイクボタンとハートがかぶってたんだ。すみませんでした。解決したトラブルの日ですね。珍しい日本当ですね。こんな日もありますねトラブル一緒にいてくれてありがとうございます。心強いですパントマイムになってたじゃあその間は無音のちょっとロマンチックなパリを楽しんでいただけたかなと思います金八先生の話まで聞こえてた一生懸命めぐぐさんの唇を読んでました。コメント読んだ後の表情でなんとなく分かって面白かったちょっとじゃあその後に読みながら同じことをお話ししてたから答え合わせになったかな無音の時にこんなこと話してました何アホマって何？アホモは14日以内の短期滞在ならフランス含めてほぼ世界中で使えるのでおすすめ。手続きも追加料金もない。モバイル Wi-Fi のお話？アハモっていうのがあるの？それも便利ですね。調べてみます。やっぱり外国に行ったらインターネットは必須ですよね。ぼったくり話聞いて2人で何々としてる？ごめんなさい、これ4文字熟語読めてない、ごめんなさい。パリの気温は涼しそうですね。フランスは蚊に刺されたりしますか？カード決済の時チップどうなりますか？蚊がね、日本に比べるとそんなにいないです。たまにいるけどあんまり日本よりは蚊がいるイメージがないですね。で、なんだっけ、もう一個、カード決済の時チップどうなりますか？カード決済の時にはもしもチップを入れたいようでしたらチップを乗せた金額を自分で伝えたらいいです。例えば100ユーロで5ユーロをチップで渡したかったら150ユーロで決済してくださいって
伝えたら105ユーロで、カードの機械に入力してくれるので、それでお支払いすればチップになります。もしくは金額は、お会計はカードでしてプラス現金で、お会計の後にチップを渡すことも可能です。でチップに関してよくどういうふうに渡したらいいかわからないっていう方がいらっしゃるのですが、わざわざ人に手渡しする必要はありません。それはちょっとわざとらしくなってしまって逆に変な感じがしてしまうので、もしもチップを現金で渡す時にもお会計の前に出すのではなくて、全部お会計が終わって、フランスはだいたいテーブルでお会計なので、カフェとかどこでもテーブルにお店の人が来てくれて、ここでお会計を済ませて、はいもうあと帰るだけですってなった時に、お席を立つ間際にテーブルにチップ、例えば1ユーロとか5ユーロとか分かりませんがをポンってただ置いて何も言わずにお店を出ればそれで OK です。わざわざチップ置いたよとか言うのはちょっと変な感じがするので、何も言わないで大丈夫です。お札でしたら飛ばないようにカップで押さえておくとか、小銭だったら飛ぶことはないのでレシートの上に置いとくとかしてただ出れば大丈夫です。でテラス席とかでもチップを取るっていうのは見たことなくて、なんかそのスリの人とかも心得てるのか、テーブルに置いてあるチップを取っちゃうのを見たことがないので、チップは別に置いて帰っても問題ないと思います。もしもご心配でしたら、コーヒーカップがこういう風にあって、こっち側が道だったらこのカップのこの店内側とかに道からあまり見えないように置くとかしとけば大丈夫だと思います。ただ置く場所はそんなに気にしたことがなくて今まで大丈夫なので、とにかくわざわざチップだよとか伝える必要はないです。帰る間際に置いとけば大丈夫で、逆にお会計の時とかお会計の前にチップをポンって置いてお会計ってするとちょっとなんかいやらしく感じたりもします。自分チップ置いたからねみたいな風にも感じちゃったりするので、人によっては。なのでチップをお会計の後、もうお席を立つだけになった時に置くのがベストだと思います。日本だとチップを置く文化ないからそういうのも難しいですね。26日の5時、シャルル・ド・ゴールからマルセイユ乗り換え、プロバンスにバスで移動。プロバンスいいな。マルセイユもオリンピックで混んでいるのかな。マルセイユって、いやマルセイユはない。でも音楽祭か。音楽祭だったら混んでるかもですね。フランス人が多いかもしれないです。マルセイユ結構治安悪いので気をつけて過ごしてください。なんかね、どんどん治安悪くなってて気をつけて過ごしてください。毎年暑いけど今年は涼しい、少し涼しい。はい、今年はかなり涼しいです。去年よりも全然涼しいです聞こえてますのコメントありがとうございます。なんかトラブルの時にみんながトラブル中なのに無音の私を見ていてくれたと思うとなんかすごく愛を感じるみんなの愛を感じる。ありがとうございます。愛されてる感じがする。今すごい幸せ。ありがとうございますめぐぐさん、はいコメントとの時差が大きすぎる、ごめんなさいつい喋っちゃうのでごめんなさい。8月7日から空港アテンドご依頼させていただいてます。はい、事前にいろいろご相談させていただきとてもありがたいです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。とっても楽しみにお待ちしてます。エミレーツ航空は日本人より外国人が多い。今から飛行機乗ります。おー、外国人の方が多いんだ。フライト楽しんでください。パリでお待ちしてますコイントレイの下にチップ忍ばせてました。コイントレイがある時にはその下がベストかもしれないですね。オリンピック期間中にパリに行く予定です。モーニングにアンジェリーナに行こうと思っているんですが、おすすめメニューはモンブラン以外にありますか？モーニングだったらでもクロワッサンとかもモーニングメニューとして朝ごはんセットっていうのがあるのですが、クロワッサンは特に絶対アンジェリーナじゃなくてもいいと思うので、おすすめって言われるとな。でも雰囲気を味わうなら朝ごはんセットっていうのがいいと思う。とショコラショ、ホットチョコレート頼むのがいいです。でもしも甘すぎてちょっとっていうようでしたらアンジェリーナの動画も
クミちゃんと一緒に撮ったアンジェリーナの動画もあるので、そこにもメニュー映してますが、アンジェリーナのブレンドティー、紅茶ブレンド、アンジェリーナブレンドみたいな紅茶があって、それが結構濃厚な感じの紅茶なので、香り高めの紅茶なので、それもおすすめです。朝からホットチョコレートはちょっとという方は紅茶がおすすめです。なんかあったかな。ケーキもやっぱりモンブランが一番だけど、いつも普通のモンブランプラスその季節によってもう1個モンブランが出てると思うので、そっちの季節限定のモンブランを頼んで食べ比べするのもいいと思います。冷蔵庫直りましたか？今忘れてた。直ってないです。でもね、ガシャ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 ってやり続けたら上の段2つ引き出しがあって、上の段だけ開くようになったから、今日たくさんレモンを買っていって、レモン絞ったレモン汁を製氷機っていうの、氷、これも日本で買ってきたんだけど、ガシャってこうやると一個一個の氷になるやつあるじゃないですか。氷を作るプラスチックのなんて言えばいいの、ケースみたいなやつ、あれにレモン汁を入れて凍らせてしようと思ってる。ボンジュー。Yes, it's there. China? No, Japanese. Japan. Yeah, こんにちは。 Japan. こんにちおは。ー、こんにちは。元気ですか？それ日本語、オッケー。日本語話せます。顔が映ってないけどね。じゃん。おい。It's good? かな？ Good? Your girlfriend? No, it's a YouTube. Ah, YouTube? Yeah. Ah, okay. You YouTube stream. streaming? Yeah. Live stream? Now people in Japan, they watch? Yeah. Okay, Yeah. okay. Let's comment. Very good, yes. Okay. さよなら。さよなら。日本語喋れる人だった。ボーイフレンドと話してるのかって聞かれたけど YouTube ライブでした。何の話してたっけ？冷凍庫の話。あ、そう。毎朝レモン、私は毎朝レモンを絞ってお水に入れて飲んでるんだけど、なんか調べたらレモンのビタミン C って凍らせた方がビタミン C が高くなるんだって。だから、たくさんレモンを買って氷のむやつに凍らせて毎朝ポンってお水に落として飲もうかなって思ってますっておじさんが入っちゃったよ。ムッシュが入っちゃいましたね。なんかすごいし、日本語喋りたかったのかな。でもすごいチャイニーズって最初言われて、ジャパンだよって言ったらすぐね、なんか日本語喋れましたね。すごいね、日本語喋れるフランス人多いですね。いつもだからいつも横から人がでも面白くないですか？なんかボーイフレンドと喋ってるのかなって思いながら入ってきちゃうところが外国人じゃないですか。すごい面白いなと思う。なんか YouTube とかの動画撮ってるのかなと思って手振ってくるなら なんとなくわかるけど、ボーイフレンドと喋ってるのみたいな雰囲気で自分も混ぜてみたいなのがすごい外国。すごい面白い。もうそろそろ1時間経っちゃうかな。もうそろそろ1時間だと思うので、と言っても今日はライブ前ライブをしたので1時間半でしたが、途中無音にもなってしまってすみませんでした。ちょっと今来てるコメントを、今から来るコメント読んだら終わりにしたいと思うので、もしもご質問などありましたらご質問ください。それを読んで終わりにしたいと思います。何？マルセイユ、詳しくありがとうございます。お役に立てて嬉しいです。マルセイユもサッカーや海競技があるのです。ああ、そうなんだ。マルセイユでも競技あるんだ。ごめんなさい、私ちゃんと調べてなくて。じゃあ混みそうですね。他の都市でも様々ありますが、交通機関の値上げはパリだけですか？パリしかなくて手探りです。いや、交通機関の値上げはパリじゃないところもあります。例えばパリ郊外からパリに来るっていう時にも、普段3ユーロなのが6ユーロに値上がりしてたりなんていうこともあるので、あとは、メトロとかじゃない、REL じゃない、TR とか、ちょっとこう新幹線的な電車ですね。今ごめんなさい、名前で忘れしちゃった。に乗るときにはもともとのチケットも定額ではなくてこうお値段の上下があるのですが、それが値上がりしてると思います。もしもまだチケット取ってないようでしたら早めに何でもチケット取っておくことをお勧めします。
中国人に間違えられるんですね。はい、やっぱり確率的にその人を見て間違ってるわけではなくて、悪気も全くなくて、アジア人で確率的にアジア人イコール中国人ってことがとっても多くて、特に今はパリに日本人がびっくりするぐらいいないので、日本人って話しかけてくるのは日本語がちょっと分かったりとかする人で、だいたいとりあえず話しかけてこようっていう人はチャイニーズとかニーハオとか話しかけてきます。そうの方が当たる確率がぐんと高いから。だから悪気はないのですが、よくチャイニーズって言われます。でジャパニーズだよとか言います。フランスのコース料理は5時間ぐらいかかるって聞いたんですけど、本当ですか？星付きレストランです。私がいつも行く時には4時間から5時間かかります。特にディナーでしたら、例えば8時ぐらいからスタートして8、9、10、11、12、だいたい12時過ぎるので、4時間はかかります。あとはどれくらい早く食べるかにもよりますが、すごいスピーディーに食べたからといって出てくるのがすごく早いわけではなくて、やっぱりお食事の捉え方も食べるというよりは時間を楽しむという捉え方なので、星付きの場合は特に星付きの場合には特にゆっくりサービスが進んでいきます。もしもどうしても早く済ませたい、ちょっと疲れてるなんていう時には、サービスが始まるスタートする前に店員さんにちょっと今日疲れてるので何時ぐらいにお店を出たいですとか伝えると、そのタイミングに合わせてちゃんと運んできてくれます。ですが伝えても自分が食べるのがとっても遅ければお店の人も下げてしまうことはできないので、自分もそれに合わせて食べていく必要がありますが、早く終わらせたい時には何時ぐらいにお店を出たいとか伝えれば、お店の人がちゃんとそれに合ったサービスをしてくれますね。日本で4時間も5時間もお食事しないと思うのでちょっと長く感じるかもしれませんが、意外に早く過ぎちゃいますよ。本当に一品一品出てくるのがちょうどベストなタイミングでゆっくりなので、気づいたら4時間経ってたみたいな感じになります。仕事の宣伝どうぞ。ありがとうございます。じゃあ先にお仕事の宣伝させてください。今日はかなりトラブル続きでしたが私はパリで完全個人のプライベートアテンド、パリのコーディネーターをやっています。でパリにいらっしゃる際にちょっと初めてだから不安があるとか、王道の観光地を効率よく回りたいとか、あとはパリに来た初日にどういうふうに過ごしたらいいかをカフェとかで少しレクチャーしてくださいとか、で一人旅なので一緒にお食事をとりながらお話聞かせてくださいとか、何でも私にできることでありましたら受け付けています。お仕事のご依頼はインスタグラムのダイレクトメッセージ機能かアメーバブログのメッセージ機能から受け付けています。なのでお気軽にパリにいるお友達にご連絡する感じでご連絡いただけたら嬉しいです。ちょっと個人アテンドっていうとハードル高く感じてしまうかもしれませんが、本当に私はこんな感じなので全然気負いをせずに気軽な感じでご連絡いただけると嬉しいです。そしてサイトロコ旅というサイト、インターネットサイトでガイドさんとのマッチングサイトみたいなのがあって、そういうのにも登録していて、今もそちらでご依頼をいただいていたりメッセージお問い合わせをいただいている方もご覧になってくれているかもしれませんが、そのサイトを通すとかなり手数料がかかってしまうので、もしもできましたら、お互いに手数料がかかってしまうので、もしもできたらこのライブを見たらインスタグラムとかアメーバブログのメッセージ機能にメッセージを切り替えてメッセージいただけたらとても私としても助かります。でその時にはサイトの方で連絡させていただいている何々ですっていう感じでご連絡いただけるとすぐ分かるので、そうしていただけると助かります。でサイトの方には特に何もメッセージしなくてもすぐ分かるので大丈夫です。お気軽にメッセージをくださいっていう宣伝でした。で他にもイラスト作成とか幅広く翻訳通訳とかそういう文章を書いたりとかもやっているので、本当に何でも幅広くやっていますので、お気軽にメッセージをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますいつも皆さんが気を使ってくれてありがとうございます。ついお仕事の宣伝忘れて楽しくなっちゃうので助かっています。どこだ？パリの情報しかなくて、交通規制の情報とかかな、あと値上がりとかですか。結構
これもフランスあるあるなのですが、全然詳しく載っていなくてですね、もしも知りたい情報ありましたら、例えば先ほどもあったようにホテルのところが規制されているかとかも、そのホテルに聞いたりとかするのが一番確実だと思います。マルセイユについてはちょっと調べてみないと分かりませんが、オリンピック競技があるようでしたら何かしらの規制とか値上がりはあると思うので、それも私も調べてみますが、もう一度調べてみてください。ホテルに聞くのが一番いいんじゃないかなと思います。ご宿泊先のホテルに聞けば、ホテルの人はさすがに把握してると思うので、普段はこの交通機関でこれくらいの料金ですが、ちょっと値上がりしていて遠回りになっちゃいますが、ここの駅から来てくださいとか教えてくれると思います。言語が通じなくてもですね、翻訳機を使ったりとか、私いつも DeepL っていう翻訳機能を使っていますが、それが結構正確に翻訳してくれるので、それで翻訳した文章を添付すれば必ずわかると思います。メトロは混乱ありそうですか？始まってみないと分かりませんが、メトロも混むんじゃないかなと思います。というのもタクシー移動がかなり渋滞で動きづらくなると思うので、みんなメトロを使うと思うんですね。なのでいつもよりは混むんじゃないかな。ただ前回のライブでもお伝えしましたが、本当にパリに今人がいなくて、特にバカンス時期で毎年フランス人パリジャンはパリからいなくなるのですが、それにしても普段よりもパリジャンが全然いないので、オリンピックに来る人だけみたいな感じに逆になるかもしれないので、そうすると人数が限られるからそんなにかもしれないけど、競技がある日には同じ場所、例えばベルシーアリーナだったらベルシー駅に行く人っていうのがまとまって同じ時間に行くと思うので、そういう時には混むかと思います。なのでちょっと早めに行くとか、そういう対策をしたらいいと思います。今日のカフェ代ありがとうございます。しかも777だ。いいことあったナイススパです。ありがとうございます。ちょっとまた無音になっちゃったら教えてください。今からハートを押すので、無音になったら無音になったって言ってください。大丈夫かなナイススパです。ありがとうございます。ハート押せた。コーヒーいただきます。もう冷めちゃった。アイスコーヒーになっちゃったいや、今日本当にバタバタというか、なんかトラブル続きですみませんでしたナイススパです。パリと別でリールにも行く予定なのですが、電車の切符などパリと全く違いますか？はい、パリとは全然違います。電車の会社が違うので違います。なので、ただリール私も好きで行ったことありますが、でもリールで電車に乗ったことはないからちょっとですが、パリからリール行きっていうのはその値上がりしますっていう電車の種類とまた全然違うので、それはバカンス期間中なので、いつもよりは値上がりは確実にしていると思いますが、オリンピックだからもあって、プラスバカンス期間だからっていうこともあって、もっと値上がりしていると思うので、なるべく早く買った方がお安く買えると思います。SNCF、はい、そうですね。なんだっけ、パリ市が運営している電車とその SNCF がまただよね、そうだよね、が違うと思うので、値上がりもそれによって違いますが、今回値上がりしますってずっと言ってきたものは、RATP でしたっけ、そのパリ市内とかパリ郊外、イル・ド・フランス内の電車のお話なので、リールっていうとイル・ド・フランスではないパリから全く離れた場所、マルセイユもですがなるので、また別のチケットのお話になります。今日のハプニングの日なので、この後気をつけてくださいね。ありがとうございます。そうですね。でもなんか今日ハプニングあったけど、後々今思ったらそれによっていいことがいっぱいあったからもしかしたらすごいいい日かもしれないチップ情報ありがとうございました。今日はハプニングの日、時間早く始まってぼったくられて取り返して無音になってからの通行人さんが乱入しましたすごい日でしたね後から自分でアーカイブ見直してみようなんかフランスのいつもの日常な感じの日でしたこんな感じでね、いつもねなんていうの、パリで生きてるといろんなことが起こって本当に飽きない、この秋っぽい私で
今まで国を転々としてきた私なのですが、こういう日常なのでパリは本当に飽きなくて、気づいたらこんなに長く住んでます。銀行の民営化なんだ。今日もいろいろ勉強になりました。ありがとうございました。いえ、最後までハプニングの中見てくれてこちらこそありがとうございました。9月末には帰省終わりますか？はい、9月8日8日9月の8日までで帰省は終わり。あ、これはメトロの値上げか。メトロの値上げが終わって帰省が終わるのはちょっと調べてみてください。パリオリンピック交通規制で調べる期間とかで調べるとすぐにインターネットで出てくるので見てみてください。こんばんは。めぐくさんにボディーガードお願いしたいのですが、男性1人の一人旅なのでどうなんでしょう。守りますよ。そこらの人よりは多分強いと思うのでちゃんとボディーガードします。インスタグラムかアメーバブルゴのメッセージ機能からメッセージをお待ちしてます。はい、ここでコメント終わりかな。かなり今日は遅くまでハプニングもありになってしまいましたが、コメント読み終わったのでそれで終わりにしたいと思います。ご質問大丈夫ですか？あ、もう一個来たかな。あ、今週金曜日のオリンピック開会式楽しみにしてます。そっか、もう金曜日か。あ、もう金曜日なんですね。今週なんですね。私もすごい全然オリンピック感見ての通りないのですが、規制も始まって開会式周辺はオリンピック感出ているので楽しみです。もしも動画撮れたりとかライブができそうなら、オリンピックの開会式前とか開会式の日とか分かりませんがセーヌ川の付近とかを映せたらいいなと思っています。もしもライブの時には予告なしでゲリラライブになってしまうかもしれないので、たまたま見つけた方はまたコメントをください。はい。あ、インスタどこから食べますか？この後このライブの概要欄にも載せておきますし、今までのライブとか動画の概要欄にインスタのリンクが載っているのでそちらをご覧ください。楽しみにしています。ありがとうございます。それでは今日も最後までいろいろあった一日でしたが、最後まで一緒にお話ししてくれてご覧いただきありがとうございました。日本は結局遅い時間になってしまって何時？日本はもうすぐ11時半、23時21分。全然今日日本のお天気の話できませんでしたが、日本も暑いのかなと思うので涼しくして気持ちいい夜を過ごしてください。今週オリンピック始まって日本でもちょっとは盛り上がるかと思うので、オリンピックを楽しみに今週1週間まったりと頑張りましょう。そしてフランスにお住まいの皆さん、パリに来てるよ、オリンピック観戦これから来ますという皆さん、オリンピック期間中どうなるかが全然予想つきませんが盛り上がると思うので、一緒に今週1週間楽しみましょう。それでは今日も最後までありがとうございました。また来週の月曜日もしかしたらお仕事が入ってしまったらお時間ずれたりとか日にちがずれちゃうかもしれませんが、ライブを同じ時間、日本時間の夜10時頃からライブをしたいと思うので、また来週皆さんとお話できるのを楽しみにしています。告知直前になってしまうかもしれませんが、YouTube のコミュニティと Instagram の方でライブ告知もしますので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。アラポシャー、またね。おやすみなさい。いけた？